はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとか、これを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね、別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実、1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。ではここから大牛座さんの10月までの流れ、チャレンジを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。大牛座さんです。カップ7の逆、ペンタクルス2の逆、ソード4逆、お月3逆、カップのページですね。ソードキング逆、死神逆、気をつけること対策がカップ6の逆とソードの6と、そしてオラクルはわお、太陽です。逆ですけど太陽です。そうですか。今出たのマスターですね。いかがでしょうか、大牛座の皆さん。去年の10月から今年の4月、そしてまた今ということで、なんていうか、星で見るとね、大牛座の皆さんって本当に新しいレールにもう乗ってるんですけれども、いろんな不安があるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。特に日常生活における不安、どこで暮らすんだろうもあるかもしれないですし、どのように働くんだろうもあるかもしれないですし、どのように毎日をね過ごして稼いでいくんだろうというような日常にすごく密着した学びが今来てますね。だから生活そのものっていう感じなので、一時的な特別なイベントがあるとかではなくて、生活そのものをどうするかっていうところをすごく考えさせられているし、環境も変えなくちゃいけないんじゃないかとかね、今たまたまいろんな思考が出てきていると思いますけれども、この1年や2年、特にね去年今年来年もですが世界がね変わる、環境が変わるなって感じがすごくするので、これとっても大きな宇宙の恩恵ですからね。そこに対して皆さんが恐れを抱いていたり、戸惑いを感じていたり、変わりたくないっていう抵抗があったりっていうのは、もちろん人それぞれあるとは思いますが、でもとっても大きな恩恵なんだと思っておいてください。特にもしもですけど、ズドーンとして重たいものを感じてらっしゃる方は、それだけすごくいい気づきがありますね。それだけ重たいものからどうやって抜け出すかっていう一つのテーマがありますからね。なので私が感じるのは、この10月っていうのは本当にどのように自分が生きていくかっていう、その生活そのものに光が当たるっていうと変なんですけど、どのように生活を営んでいくのかっていうことに宇宙はすごく気づきを与えてくれるんですね。でそれって一見何をするかって仕事をどうするかとか、
自分の健康をどのように維持していくかっていうふうに思いがちですが、おそらくそれが8割ぐらいの方はそこを感じると思うんですけども、本当に言われているのは自分が望む生活をできるんですよっていうふうに言われているんですね。ただそこに向き合うまでの恐れだったりとか抵抗、本当みたいな、そういうものが自分を曇らせてるんだろうなっていう感じ。そしておそらく皆さんの中には本当に望む生き方できるって言われたところで現実に仕事が必要だし、こういうふうに暮らしていかなきゃいけないし、こういう状況なんですよっていうのはあると思います。それは現実としてあるんですけれども、だから仕方ないんだっていう意識から本当に自分の望んだ方に行けるかもっていう、その可能性を信じられた方にはものすごく光が届くっていう感じがあり、そのための流れが用意されてるっていう感じがします。そのための流れが用意されてるっていうのは、そこに向かっていくスムーズな流れがあるっていうわけではなく、そこに気がついて、じゃあどうしていくの、ああしていくのっていう自分の心の葛藤を経て気づいていくよっていうことなんですね。なのでそこに何の摩擦もないわけではないんです。でちょっと説明していき細かいね、これ今どんなチャレンジがあるのっていうので見てますから、何がどうなるのっていうその流れではなくね、どんな気づきがあるんですか、どんな気づきを促されてるんですかっていう視点で見てますのでね。なのでまた8月後半はとか9月はとか、そういうのは別の動画がありますので、そちら参考にしてくださいね。で10月までの学びとして言われているのが、これは要するに去年の10月ぐらいからどのように生活を営んでいきますかっていうことをすごく言われていて、なんとなくなんですけど、もちろん理想はある、こうしていきたいっていうのはある、だけど今は仕方ないじゃないかっていうところで、ここだけは抑えておきたいっていう風な、何かやっぱり8割9割諦めの中の一つだけは逃したくないみたいな感じがあるんですけれども、それを宇宙はもっと全部ひっくるめて、本当にその人が望んでる望みの強さに応じて現実は変わるよねっていうふうに言われている感じがするんですね。そしてちょっとここまでの流れで、8月はどうしようかなって、これだけは絶対に外せない、これだけは絶対になくしたくないから、これだけは置いときたいっていう思いをもとに、現実を作ってるっていう感じがするんですね。それは全然悪いことじゃないですよ、いいですよ。ただそれによって何を諦めてるのかなっていうのがちょっとあるんですよね。もうこれはやめた方がいいんだ、何かを守るためにこれはやめた方がいいんだって言って置いてることがあったり、それがいいんだ、これでいいんだっていうふうに自分を納得させていたものがあるとしたら、そのことを本当に深く見直すのが8月の23日までの流れ。そして8月23日からはその上で本当の自分の喜びや願いっていうものに光を当てていく、自分の感情を許可していく、本当にそれ求めていいかなっていうふうに許可していく。もちろんそこにまたいろんな思考の横やりは入ってきますけども、でも実際は本当に変わるよねっていうようなところに到達するのが10月ということなので、そこまで紆余曲折あったりとか、チャレンジしたい、いやでも怖い、チャレンジしたいって言いながらでもチャレンジしていくんだろうなって感じが出ています。とてもいいですよ。気持ちをとにかく切り替えてくださいっていうふうに言われています。いつまでもリスクを回避しよう、こうしたらこうなるんだからこれをまずやっとこうっていうような形で、いつまでも同じところでぐるぐるといるというよりは、もうそこでは完全に修復できてなかったとしても、完全に自分の中では納得いってなかったとしても、これはもう終わりにしようっていうことで、自分一つ何かを決定打を打つことによって気持ちを違う風に向けていける、気持ちをもう新しい方に向けていけるっていう風に出てるんですね。過去のことじゃなく未来の方を見ていくよっていうふうに出てるんです。そしてそのことに光を注いでいくっていうか、そのことに自分の情熱を注いでいくよっていうふうに言われています。なのでこれをやってからとか、これがもうこうなったらみたいな、そういったものっていうのはエンドレスにずっと存在してしまうので、それをこなしてることでなんかやってるような気持ちになるけれども、そこにいるとずっとそこだよって感じがするので、もう今10月までの流れとして言われているのは、8月23日以降は挑戦しましょう、決めましょう、決断企画を立てる、やるみたいな、そんな感じです。そして9月はね、それをコツコツとこなしていき、10月に10月に何かが完成するっていう感じがあります。ここで死神の逆っていうカードも出てますし、これはもう再生という意味になります。再生、何かが終わって新しい時代が始まるよっていうことなので、大志田の皆さんは新しい生活が始まるんじゃないでしょうか。
この10月から。それに向けて整えていくって感じですね。その時に宇宙はねすごく応援してくれてるんです。自分ではもがいてるように思ったとしても、ちゃんと溺れないようにちゃんと引き上げるよっていうメッセージが来てるんですよね。これね、ちゃんとしんどいなと思っててもちゃんと後ろから応援してるよって、本当にダメだと思った時はちゃんと引き上げるよみたいなエネルギーもありますし、なのでやっぱり自分の意識を後ろに向かすというよりは自分の望む方に向かしてくださいねって、そしたら引き上げやすいよみたいな、そんな感じです。そしてやっぱり最も言われているのがこの強いメッセージですね。これは例えば1プラス1は2とか2マイナス1は1とか、そういう計算の出来事の物理的なことではなくて、全てを包み込む可能性があるんだよっていうふうに言われているので、頭の中でこれが解決したらできる、こうなったらこうできるみたいな、そういったものではなく、全てを包み込む可能性をまず信じてくださいと。それは自分の全てを信じる、自分の全てを許すっていうことかもしれないし、今ある自分の現状の中での喜びの方に目を向けて、細かいことよりもね、今ある現状の豊かさの方に目を向けて全てを包み込むことだよっていうのもメッセージかもしれません。それによってものすごく整います。生活が変わるというか、自分の生活や生活スタイルや時間の使い方もだし、自分の健康もすごくいい風になるような気がするんですね。おそらくこれ全部連動してますよね。自分の健康をきちんと維持することによって見える世界変わってくるし、行う行動も変わってくるし、そこから作り出す現実もまた変わってくるしってことで、すごくいいループになっていくので、それがチャレンジなんだなと思いました。要するに生活を整える、生活が変わる、日常生活が変わるっていう風にメッセージは来ています。10月までの間にね、生活とか仕事の在り方とかやり方とか日常生活が変わるよ、再生するよっていう風に言われてますので、それをご自身を信じてねやってみてください。ちょっともう一枚ちょっと引いてみようかな。補佐カードね。いつもと違うニュアンスなのはお伝えできましたでしょうか。こうなるよじゃなくて、あくまでも何を促されているかっていう視点で見てます。そうするとやっぱり一つずつ上がっていくよっていうふうに言われてます。これもね、何かの自分のステータスが上がるとか、何かのチャンスが来るみたいなカードだったりするので、順序立てて一つずつ進んでいくねっていうカードも出ていますので、着実に生活良くなっていくんだろうなって思いますね。なので生活を良くしていくんだという自分の意識や、じゃあどうしていきたいんだろうっていうそのことですよね。これでいいんだっていうところで、何か同じところでぐるぐるではなく、もう行きましょうみたいな、それがきっと8月の23日以降に起こってくる流れだと思います。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。また2週間ずつのね動画もアップしていきますので、そちらも参考にしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。